ぱらぽっこりの人は隠れ反り腰で X 脚になり外反母趾にまでなります。ほんま放置するとリスクまみれです。どすこい。セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のナオです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって体がボロボロで反り腰と膝の手術で引退しました。そこで今回私の考える片足たった1分2つの専門的な筋肉を刺激して速攻ぽっこりお腹を解消し、3つのリスクや体全体の悩みを解消するセルフケア教室の学習の授業になります。私もぽっこりお腹のまま引退しましたので、皆さんの気持ちは痛いほど分かりますので、最後まで注目してみてくださいね。今、生活環境も変わり、スマホやパソコンで毎日長く同じ姿勢や行動でぽっこり下腹部やいろいろなリスクを引き起こしています。それをほったらかすと将来的なリスクは反り腰になって X 脚も引き起こし、最終的には外反母趾まで引き起こし、歩くのも痛くなり歩けなくリスクもありますので注意してくださいね。そこで今回は片足たった1分、家で深部のお腹のインナーマッスルと太もも裏の専門的な2つの筋肉を刺激してぽっこりお腹も解消し、リスクや体全体の悩みを解消していきましょう。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。皆さんよくぽっこりお腹を解消しようと普通のこのような腹筋とかしていないでしょうね。これほんま飽きません。そして解消を妨げます。実際にやったり施術を受けたりしてるかもしれませんが、結局は症状が戻っていませんか？これ構造的に間違った筋肉を興奮させているのが理由です。なのでまずは私と一緒に家から一緒にスタートしていきましょう。これ立ってできるのでめちゃめちゃ簡単です。まず1つ目の筋肉です。片足をこのように少し上げます。次に足の裏を反対の方に向けてもらいます。そのままの体勢で足の指が下に向かずに前の方に向くようにします。この時にグラグラするのであれば横を持ってもらっても全然構わないです。そのままの状態でかかとを天井の方にぐっと上げます。これ上げれる範囲で全然構わないです。そうするとお腹の前、股関節の前に力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。ではいきます。グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これ上げるときにかかとの位置はこの正中線のまっすぐのポイントにあるのがポイントです。要はこっちの方に行ったらダメってことです。真正面、これ真ん中ぐらいです。そこでかかとを天井の方にグッと上げます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。疲れたら全然10秒かける1回でもいいですよ。それを細切れにしてください。ではラストいきましょう。グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では反対も同じようにいきましょう。まず足を上げます。足の裏を反対の方を向けます。そして足の指はこのように前の方に向けるようにします。そのままの状態でかかとを天井の方にグッと上げます。そうするとお腹の前、股関節の前に力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。ではいきます。グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストです。グッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。こんなんでも結構辛くないですか？2つ目の筋肉です。まず足をこのように浮かします。そして足の親指をこのように内側にこのように向けます。そのままの状態でかかとがお尻に近づくようにこのまま膝をぐっと曲げてきます。そうするとももの後ろのところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。ではいきます。ぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。横から見るとこんな感じです。やった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これポイントとしては、かかとがお尻に近づくときに結構膝をこうやって上げてしまう人がいますので、あまり上げないように、かかとがお尻だけに近づくようにぐっと曲げてください。ではラストいきましょう。やった。1、2、3、4、5、6、7、8、
5、6、7、8、9、10です。では反対も同じようにしていきましょう。まず足を上げます。そして足の親指を内側にこのように向けます。そのままの状態でかかとがお尻に近づくように膝をぐーっと曲げ続けます。そうすると太ももの裏のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。いきます。やった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。横からはこんな感じです。やった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト頑張りましょう。やった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。疲れたら本当にゆっくり休みながらやってくださいね。正確にはこれだけ。片足1日たった1分です。めちゃめちゃ簡単じゃないですか。最後にこのセルフケア後におすすめな骨盤股関節の矯正の方法も紹介しますので、最後まで注目してください。これおまけに柔軟性も硬い、あぐらもかきにくい人にもおすすめですので、皆さんもぜひ実践してみてくださいね。ぽっこりお腹とリスクを解消する仕組みは、これをすることによって2つの専門的な筋肉を刺激できます。1つ目、お腹側の背骨、骨盤股関節、太ももの内側までつながり支える深部のインナーマッスルの腸腰筋。2つ目は背中側の骨盤股関節、膝の内側までつながり支える専門的な筋肉の内側ハムストリング。そしてこの2つの専門的な筋肉が働いてないと本来持っている能力を失ってしまい、お腹側と背中側で背骨、骨盤、股関節、そして膝まで支えられないので、背骨と骨盤が前傾してきてしまいます。結果、この2つの本来持っている能力を取り戻すと、背骨、骨盤、股関節、そして膝までの構造が正常化するので、背骨と骨盤が前と後ろで支えられるので、前傾を抑え込めるので解消するというわけなんですね。そしてぽっこりお腹が解消すると股関節も開きやすくなるので X 脚も解消されるので、結果 X 脚で内側に体重がかかって足のアーチも押しつぶして外反母趾のリスクも解消するので、リスクも回避し全身がものすごく良くなります。そしてこのセルフケアは内股や膝痛、オスグッドにもおすすめです。毎日たった片足1分の行動力、これを行うことがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ここまで注目して見てくれた生徒の高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の最大の原動力になります。これからもいろいろな悩みや痛みに対して情報を発信していくので、私と一緒に解決していきましょう。痛みや悩みに対する質問ややってみた感想など、ぜひコメント欄にご記入ください。ここまで見てくれた皆さんはもうセルフケア教室の生徒ですからね。本当ご視聴ありがとうございました。最後に私が思うセルフケアするとストレッチも伸びやすくなるので、後におすすめなストレッチを一緒にやってお別れしていきましょう。まずその辺の台とか何でもいいので、このように足をこのように乗せます。そして次に足の指をこのように真正面、真上に向けます。そして足の親指を真上から少し内側にこのように倒します。そのままの状態でおへそをこちらの足の方にぐーっと出します。そうするとももの後ろ、そして股関節の前のあたりが伸びてきますので、この状態で30秒です。これをすると骨盤矯正、姿勢改善のストレッチにもなりますので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。